皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、相手の一番前にいる厄介なヤスミンさんの対策ですよ。敵側にいると嫌な姉子だな。いつも姉子は厄介だけど一番前にいるのも厄介なんだぜ。そうだよね。今回はそれにセレステさんをぶつけて対策しちゃうんだよ。そうなんだな。それでは、ゆっくりしていってね。では、最前列ヤスミンにセレステ作戦を説明させてもらいますよ。実は、これがきっかけでヤスミンにはセレステが有効だと知ったんですよね。そうなのか。ということはものすごく強力な方法と考えていいわけなんだな。そういう風に考えてもらってもいいよ。私はマリサの期待を裏切らないからね。もしも期待を裏切ったら無駄ラッシュをしてやるからな。大丈夫だ、問題ない、リラックスしていいぞ。では、バトルシーンから見てもらうけどその前に構成から説明するよ。まずは相手の構成から説明するよ。相手チームは、双子にヤスミンが主軸になってるよ。それにヨルガンがサポート、回復は安定のマーサだね。双子とヤスミンはウプ主もよく使ってる構成なんだぜ。ウプ主はヨルガンじゃなくタンクと双子&ヤスミンだけどな。双子とヤスミン構成は強力なんだよね。物理と魔法の両方が使えるのはやっぱり強いと思うよ。それに対するこちらのチームはこんな感じです。まずは、安定のカープさん、ヤスカウンターのヘリオス。そして、こちらもヤスミンを当てちゃいますよ。と、ここで、今回のテーマであります。最前列ヤスミンにはセレステという構成ですよ。レ夢ムが自信たっぷりだからな。これは期待できる構成なんだぜ。特にセレステに期待してもらいたいね。それでは、早速バトルシーンを見てもらいますよ。おうともさ。では試合開始です。自信のほどを見せてもらうぜ。まずは、セレステの一撃に注目だよ。3万超え、すごい威力だぜ。カークに負けないダメージなんだよね。さすがにヤスミン倒れるな。さらにラースにヤスミンが襲いかかるよ。これは鬼畜。ここから巻き直すのはほぼ無理だと思うよ。この戦力差だとマーサたちでも耐えられないな。これは圧倒的だよね。さすがに難しいな。双子の連携が崩れるとね、さすがに主軸が壊れちゃうから。あとは時間内に倒せるかどうかだけど、こっちの陣営は全員残ってるし。そうだね。倒しきるのは全く問題ないだろうね。時間も十分にあるし、マーサに強いセレステもいるのが何よりも強いよ。それじゃ、安心して見守れるんだぜ。カープとヤスミンだけでも十分だからな。ってことで、試合終了です。お疲れだぜ。どうでしょうか？なかなか白熱しましたね。すごかったぜ。序盤から終盤まで隙がなかったな。では、今回のバトルの解説をしていきますよ。展開が早すぎたから解説する暇もなかったんだよな。全くもってその通りだよ。相手が弱かったわけじゃないんだけどね。今回はパズルがぴったりハマった感じというか、完成度が高い感じだったな。レ夢ムの自信も納得したんだぜ。この感じは自分も正直驚いたんだよ。まず、最初にどうして、最前列ヤスミンにセレステか。これを説明するよ。そのために知っておくにはヤスミンの特徴だね。ヤスミンの特徴？どんな特徴があるんだ？ヤスミンは、アギがメインのヒーローだから。アギが高いと物理攻撃や守備力が高くなるんだよね。カークも同じタイプだから似たような感じだと思ってくれたらいいよ。今日のカークみたいな感じだな。そう。だから成長したヤスミンは物理攻撃には特に強いんだよね。さらに、ヤスミンは回避のステータスがあるんだけど、これで物理攻撃を避けることができるから、さらに物理攻撃に強くなるんだよ。なるほどな。だから物理攻撃にかなり強いんだな。そうなんだよ。カークがヤスミンを苦手な理由というのが、強いヤスミンは避けられる上に当たっても硬い。その上に攻撃力は強いというからね。だからカークチームからは対処がしづらいわけだな。そうなんだよ。ただ、そんなヤスミンも弱点はあって、物理攻撃しか避けることができないんだよ。つまり、魔法攻撃は全部当たっちゃうんだよね。そうなのか。それがセレステの通常攻撃が魔法攻撃だから、確実に当たるってわけだな。そう。さらに言えば、ヤスミンのステータスの上がり方を考えると、ヤスミンは魔法防御がとても上がりにくいんだよ。グリフを見てもらうとわかると思うんだけど、
魔法防御に当たるのがないんだよね。だから装備でカバーする割合がかなり大きいんだよ。なるほどな。これがヤスミンの簡単な特徴だね。これに対してセレステの特徴は、前にセレステ特集で話をしたんだけど、セレステは通常攻撃が高い魔法攻撃を使えるんだよ。他にもステータスに魔法貫通とかもあるから、知力や魔法攻撃力を高めておくと、すごく攻撃的なヒーローになるんだよね。かなり凶悪だったんだぜ。カークの一撃はいつも見慣れていていたんだけど、セレステの一撃はいつもより鋭さを増していたんだぜ。いつものタンク相手より魔法防御が低い証拠だね。例えば自分のヒーローで例えると、アスタロスは約14000、ヤスミンは約3900なんだけど、セレステの魔法貫通分を差し引いても、アスタロスは十分に魔法防御が残るけど、ヤスミンの場合は全部なくなっちゃうから、実際のダメージ量はかなりの差が出てしまうよ。セレステのダメージが3万超えしたのはすごかったぜ。カークのダメージと合わさって一気に減ってたな。カークの2撃目でもうヤスミンは瀕死だったね。ヘリオスに飛び込んだ時点で触ったらすぐに倒れちゃうよ。3人のコンビネーションが凄まじかったぜ。相手のヤスミンが文字通り瞬殺だったな。その後は相手チームのラースをヤスミンが瞬殺してたしね。そうそう、それもすごかったんだぜ。双子とヤスミンの布陣も一気に崩れちゃったからね。これで一気に形勢が良くなったんだよね。こちらの陣営は全然負けてなかったしな。相手がここから逆転するのは無理な状態だぜ。こんな感じでね、最前列のヤスミンって、すごく厄介な印象があるんだけども、セレステを使うことで少し攻略しやすくなるんだよ。かなり納得したんだぜ。でも、今回はさすがにできすぎだったよね。実際にはここまでの状況はほとんどないから、今回は偶然の女神が結構働いたと思った方がいいと思うんだよね。そうなんだな。ほんの少し偶然の女神が働いたところを説明させてもらうよ。わかったぜ。まず、カークの一撃のところだね。カークの一撃？どういうことなんだ？さっきも説明したけどヤスミンは回避能力があるんだよね。今回は、カークが2回攻撃してそれが両方とも当たったこと。それがかなり大きいよ。なるほどな。それは確かに、偶然の女神に感謝したいな。もう一つは、相手ヤスミンの守備力だね。簡単に言えばカークがヤスミンに与えるダメージ量と思えばいいよ。今回のヤスミンへのダメージは5万台とかなり大きめだったんだよね。そうだな、一撃でかなりごっそり減った印象があったぜ。相手のヤスミンの守備力にもよるんだけど、自分のカークがヤスミンに与えるダメージ量は3種類。5万台、2万台、回避で0、この3種類だと思ってくれたらいいですよ。ということは今回は5万台だったから、かなり高めな部類だったわけだな。そういうことだよ。高めのダメージが2は積もくらって、その上セレステの追撃もあると、もう完全に瀕死状態だよね。ヘリオスのカウンターの時には触ったら死んじゃう状態だよ。ヘリオスも共倒れにならなくていいわけだな。そうそう、共倒れにならないのは地味にありがたいからね。ただ、セレステも物理防御が弱いという弱点があるから、物理攻撃が強いヒーローが相手に揃ってるとなかなか使いづらいんだよね。確かにそれはあるんだぜ。今回はヤスミンと双子だったからまだ使いやすかったけど、物理攻撃が強くて速い展開の相手だと、なんか使いづらい印象だぜ。自分はなんとなくキーラチームとかだと使いづらいね。倒す前に倒されてしまうという印象があるよ。いわゆるブレンダーってやつだな。あれは威圧感がすごいんだぜ。だから相手のチームの組み合わせによって、色々と使えるかどうかを考えないとだね。すぐに使えるかどうか当てはまるかどうかは言えないよ。なるほどな。やっぱり奥が深いな。簡単なじゃんけんゲームじゃないからそこが面白いね。それがこのゲームの魅力なんだよな。めっちゃ強いヤスミンとか回避しまくりで当たってもカチカチだしね。カークじゃとても相手にならないよ。そうなるとセレステの方が安定してるってわけだな。それは言えてるかもしれないよ。実際にアドベンチャーで最前列ヤスミンに物理抵抗8割とか、そんな鬼畜マスに当たったことがあったけどね。うわ、それは吐き気を催す邪悪だわ。強ギルメンは冷静にセレステにヘリオスとオリオンで、対処してたからね。人のバトルを見学するのもやっぱり勉強になるんだぜ。自分もいずれはオリオンも育てないと思ってるんだけどね。今はちょっとそこまで手が回らないのですよ。まあ、余裕ができたらじっくり育てればいいさ。そういえばね、この前の動画で、ジェットストリームアタック作戦を紹介したじゃないですか。カークヤスミンセレステの青い3連星だったっけ？そうそう。まあこの構成って結構使えるから、ウプ主もちょくちょく使ってるんですよね。今回もその構成だったんですが、今回の動画の方が連携度合いがすごかったなと。まあ、
それはそうだけどな。こっちは最前列ヤスミンに対する作戦ってやつだし、あんまり気にするな。あえて区別するならこっちはジェットストリームアタックセカンドとでも言っておけばいいだろ。それもそうか。むしろ、ヘリオスとアスタロスの存在が忘れられてるよな。まあ、3連星の元ネタが3人だからね。まあ細けいことはいいんだよ。あえて今回はスルーしてやるぜ。まあとにもかくにもこの構成は強いからな。青い3連星の動画がたまたま並んだんだけど、セレステに対する再評価をしてもらえる気がするんですよ。この動画を見てもらって少しでもセレステを育ててみようって。そんな人が増えたらなんだか嬉しいぜ。ウプ主はギルメンがセレステを使ってヤスミンを瞬殺するのを見るまで、途中まで育ててずっと放置してたからね。今は完全に一軍入りだけど本当に役立っているよ。弱点もあるから完全に強いってわけじゃないんだけど、有効な一手には違いないから、最前列ヤスミンに困ってる人はぜひ試してもらいたいね。セレステの一撃をぜひ見てもらいたいんだぜ。セレステを使ってみようや、すでに使ってるよって人、コメントで教えてくれたら嬉しいです。動画が面白かったら高評価やチャンネル登録してくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。また次の動画で会おうぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。